どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの鍵を持たずに出てしまってもマンションのオートロックで締め出されない方法と、あとインターホンの呼び出し音が聞こえない部屋にいてもオートロックを解錠する方法っていうのを紹介してみたいと思います。僕この部屋に引っ越してきて約半年が経ちましたが、ここはね前の部屋と違ってマンションのエントランスのドアがオートロックなので、もし鍵を持たずに出てしまうとエントランスからね当然入れないんですよね。僕も実際2回ぐらい鍵を持たずに出てしまったことがあって、その時はたまたま通りかかった管理人さんとかマンションの顔なじみの方に開けてもらえたんですけど、物騒な昨今なので顔見知りの方とかじゃなければ開けてもらえない可能性もね非常に高いと思うので、鍵を忘れてしまってもマンションのオートロックが開けられる方法っていうのをいろいろ模索していまして、で行き着いたのがインターホンの受話器の応答と解錠を遠隔操作できるようにすることで、これがね解決しましたので、今日はねそちら詳しく紹介してみたいと思います。あとね、うちのインターホンはもう一つ問題があって、インターホンがこのリビングだけについてるんですよね。なので寝室とかちょっと離れた部屋だとインターホンの呼び出し音がかすかにしか聞こえないんですよね。この問題も完璧ではないですけど、ある程度解決したので、こちらもね合わせて紹介してみたいと思います。で、先にねこの2つの問題の解決策を施した結果、うちのインターホンがどんな感じになったかっていうのをね見ていただきましょう。はい、こうなりました。可能な限りスマートにしたつもりではあるんですけども、今のところねこれが限界でした。同じような悩みを抱えられていて、インターホンの見栄えをこんな感じである程度諦めてもいいという方は、ぜひ最後まで動画をご覧いただけたらと思います。ではこちら詳しく紹介していきましょう。で、まずインターホンに取り付けているこのデバイスを紹介していきます。この通話ボタンと解錠ボタンの横につけているのがキャンディハウスのセサミボット2です。物理ボタンをこのアームで押すことができる、いわゆるスマートスイッチですね。スイッチボットとかからも同じようなものが出ていますが、この部屋の玄関ドアに取り付けているのが顔認証でスマートロック解除できるキャンディハウスのセサミフェイスプロと、そのスマートロックのセサミ5プロなので同じキャンディハウス製品で揃えました。あとこのね聴診器みたいなやつは、これはリーベックスのワイヤレスチャイムというものです。こちらが2つ目の寝室でインターホンの呼び出し音が聞こえない問題を解決するアイテムなので、最初のエントランスのオートロック解錠問題だけ解決するのであればセサミボット2だけで OK ですね。あとそうだ、遠隔操作するために同じくキャンディハウスのセサミハブ3が必要でした。これがあれば室内の Wi-Fi に接続できるので、そこからセサミボット2を遠隔操作することができます。こういったデバイスを使って解決していくんですけども、まずねうちのマンションのオートロックの仕組みとセサミボット2でどのように解決したかっていうのを説明していきます。まず仕組みですが、このマンションのエントランスはタッチ式に対応しているので、通常はこの黒いところに鍵をタッチすればそれだけでね開けることができます。ただ今回は来客用の解錠フローを使っていくことになります。来客用の場合、まず部屋番号を押して呼び出しボタンを押します。そうすると部屋のインターホンにつながりますので、部屋の中のインターホンの通話ボタンを押して、その後に解錠ボタンを押すことでエントランスのオートロックを開けることができます。通話ボタンを押して解錠ボタンを押すってことですね。それでこの部屋の玄関の前に来たら、通常はねこれも鍵で開けますが、うちは先ほど紹介した通りセサミフェイスプロで顔認証して、扉の内側のスマートロックのセサミ5プロを解錠して開けられるようにしてあります。こちらはね以前レビュー動画も上げているので、詳しくはそちらをご覧いただけたらと思うんですが、今回のテーマである鍵を持っていない時にエントランスのオートロックを開けるには、エントランスから遠隔で部屋のインターホンの通話ボタンと解錠ボタンを順番に押す必要があるわけですね。それを実現するためにこのセサミボット2を使いました。実際にこちらの設定方法を解説します。まずキャンディハウスのセサミ関連のデバイスを設定するために、セサミ開けごまというねアプリを使います。普通に App Store とか Google プレイからねダウンロードすることができます。で、スマホの Bluetooth と位置情報をオンにして、新規デバイスとしてセサミボット2を1つずつ追加します。まずすでにインターホンに取り付けていますが、こちらの通話ボタンを押す用のセサミボットを登録します。こちらの名前を通話にしましょう。で、このセサミボットができることはアームの回転と停止だけです。で、この回転停止の時間を秒単位で制御することができるのがこの台本というメニューです。数字を選んで矢印を押すと台本の挙動が出てきますので、この台本0の場合はこんな感じで3秒時計回りに回転して1秒半時計回りに回転するといったコマンドになっていることが確認できます。この回転とかと停止とかっていうのはボタ
さんのタイプに合わせて台本を設定して選ぶわけですね。何秒間か押し続けなければいけないとかであれば、この回転と回転の間に停止を何秒か入れるって感じですね。これでまず通話ボタンを押すセサミボット2が登録できました。で、アプリから通話の再生ボタンを押すと、はい、こんな感じで通話ボタンを押すことができます。続いて同じように解錠ボタンを押すセサミボット2も登録していきます。また新規デバイスでセサミボット2を追加して、名前をこちらは解錠にします。で、こちらもボタンを一度押せばいいので、同じく台本0を使います。これで解錠ボタン用のセサミボットも登録できました。アプリから解錠の再生をすると、はい、こんな感じで押せましたね。で、今これ同じ部屋にいるので、スマホアプリから Bluetooth でコントロールしているんですが、エントランスからセサミボットをコントロールするには、当然遠隔操作ができなくてはいけないので、その場合は先ほど言っていたセサミハブ3が必要になります。セサミハブ3もセサミアプリにデバイス登録して、Wi-Fi を接続して、下の方にセサミを追加というのがあるので、ここに先ほど登録した2つのセサミボット2を追加します。ちなみにすでにセサミフェイスプロとセサミ5プロも追加されていますが、これらもね、このハブ3にこういう風に追加しているので、これも外からスマートロック解除をすることができます。はい、これでエントランスから遠隔で部屋の中のインターホンの通話ボタン、解錠ボタンが押せるようになりました。じゃあ実際にね、エントランスから実演してみましょう。はい、こんな感じでもし鍵を忘れてしまってもセサミアプリからインターホンを遠隔操作してエントランスを開けることができました。あともう一つのインターホンの問題として、寝室とかにいる時にこのリビングのインターホンの呼び出し音が聞こえないという話をしましたが、これはね、こちらのリーベックスのワイヤレスチャイムで半分解決しました。完璧には解決してないんですけど、ある程度解決したって感じですね。このワイヤレスチャイムはこの送信機と受信機に分かれていて、送信機が音を検知すると受信機に信号を送り、この受信機が光と音で知らせてくれるというものです。送信機についているこの吸盤みたいなやつがセンサーになっているので、これをインターホンのスピーカーにかぶせて取り付けて、ここがインターホンの呼び出し音を検知するということですね。で、このセンサーの感度は3段階なんですけど、うちの場合はね、中にしています。こちら実際ね、エントランスから呼び出してみるとどんな感じになるかっていうのを見ていただければと思います。こんな感じになります。送信機がインターホンの呼び出し音を検知して、受信機が光と音で知らせてくれました。この受信機の音は64種類から選べるので、例えばうちもそうですけど、ワンちゃんが特定のチャイムの音にだけ吠えてしまうとかいうことがあるようでしたら、鳥のさえずりなんかもね入ってますので、そういった別の音に変えて、その音のチャイムが鳴るようにすると吠えなくなるかもしれません。あとこれ今音と光が同時に出るようにしていますが、例えば光だけとか音だけとかにすることもできます。なのでお家の環境に合わせてこちらを選んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、これのおかげでこのようにね、寝室でもインターホンの呼び出し音が聞こえるようになりました。こちらのワイヤレスチャイム、今回はねインターホンにつけてますけど、これ例えばね窓際とかにつけておいたりすると、例えば夜中に窓から侵入者があったとか、ちょっと怖い話ですけど、そういった時も別の部屋で窓際の物音を知ることもできたりしますので、そういった使い方もできるというふうにね書いてました。で、うちの場合はこのインターホンに取り付けて使ってるわけですけども、チャイムが鳴ったら寝室からセサミアプリで通話解錠って押して、来客の方にマンションに入ってきていただけるようになります。ただこれはちょっと問題があって、寝室からだとインターホンが鳴ったことはわかるけど、誰がインターホンを鳴らしたかっていうのがねわかんないんですよね。インターホンの画面が見られるわけではないので、うかつに解錠することがねできないんですよね。例えばね UberEats みたいに到着タイミング的に間違いなく配達員の方だってわかる時もあるんですけど、これはこれでね無言で応答してエントランスを開けるっていうのがねちょっと勘
感じ悪いかなとかも思ってしまうので、正直ね積極的に利用できていないというのがね現状です。なので現状はチャイムが鳴ったらダッシュでインターホンに行って、でモニターを確認してで応答しているので、そういった問題がねまだ残っているので、そういった意味で半分解決といった感じです。そう、これ配達員経験のある方に聞きたいんですけど、マンションのエントランスのインターホンを押してこの部屋を呼び出した時にこちらが無言で応答されたらね、気分やっぱ良くないですよね。最近はそういう方も多いから気にしない方も多いんですかね。どうなんでしょうかね。もし配達員経験のある方いらっしゃったらね、よかったらコメントでご意見いただけたら嬉しいです。はい、それだけで2つ目の問題は今こんな感じで半分解決といった感じになってますね。はい、そういったわけで今日は鍵を持っていなくてもマンションのオートロックを開ける方法と、インターホンの呼び出し音が聞こえにくい部屋でも聞こえるようにする方法を紹介しました。紹介したものはね、他社製品の同じような機能を持ったものに比べると比較的リーズナブルだと思いますので、同じような悩みを持たれている方ね、ぜひ参考にしてみてください。最初にご覧いただいた通りね、インターホン結構ゴテゴテした感じになってしまっているので、もっとスマートにできる方法がありそうな気もするんですけども、現時点の限界はねこんな感じかなと思ってます。もしねインターホンをもっとスッキリさせる方法をご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうした暮らしに役立つアイテムなんかの情報をいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。